昔から世界はもう和に夢中だった4つの物語。遥か昔、航海の先に出会った一つの国。静かで遠くて謎めいた島国。その名は日本。まだ世界が互いを知らなかった時代、一部の人々は常に和の美しさに夢中になっていました。絹が揺れる部屋に月明かりに映える黒の器、礼を尽くす生き方までも。今回は昔から世界がもう和に夢中だった4つの物語をお届けします。1、漆器、黄金に輝く黒い宝物。17から18世紀のヨーロッパで王侯貴族たちがこぞって追い求めた。それは東の国、日本から届いた黒い宝物でした。その名は漆器。一見するとただの黒い器ですが、その深い艶と溶け込むような光の反射が人々の心を捉えました。漆器とは漆の木の樹液を何層にも塗り重ねた器のこと。その樹液は一滴一滴山の静寂の中でしか得られない木が流す涙とも読まれる貴重な素材です。職人はそれをすり込み磨き上げ、また塗る。手作業を10回20回と繰り返してようやく一つの器が完成します。漆の黒はただの黒ではありません。時と手間、祈りに似た集中が宿っている深淵の黒なのです。深みのある漆黒は光を受けるとまるで生きているかのように艶めき、さらに金粉や螺鈿細工で装飾された漆器は遠くヨーロッパの宮廷でも絶賛され、王侯貴族のステータスシンボルになりました。ある王宮の文献には、日本からの漆箱はエジプトの宝飾品にも劣らない価値があったとまで書かれています。食器、箱、カヌなど漆製品は東洋の神器として愛され、西洋の工芸家たちにも大きな影響を与えました。この漆器をひときわ愛したのがフランス王妃マリー・アントワネットでした。彼女は母マリア・テレジアから日本の漆器50点を相続し、ベルサイユ宮殿の黄金の書斎を漆器専用の展示空間に改装させ、大切に保管しました。彼女自身がさらに30点ほどを8年間で買い足した記録があるほど、漆器はマリー・アントワネットの心を震わせたのです。宝飾品が飾る、見せる華やかさとは違う、内側に滲む静かな美。その奥ゆかしさにヨーロッパの人々は心を奪われたのです。森が生み、時間が磨き、職人の祈りが吹き込まれた日本の漆器はただの工芸品ではなく、遠くの国に届いた静かな美薬でした。その美しさに王妃は手を伸ばしたこともまた必然だったのかもしれません。2、ヤポンセ6軒、部屋にとしての日本の小袖。ヤポンセ6軒。17世紀のオランダで流行した日本スタイルの室内ローブです。日本の小袖や浴衣をもとに西洋の体型や用途に合わせて仕立てられたもので、豪華絢爛な絹素材や絵が特徴でした。このローブはただの部屋着ではありません。当時の学者や貴族が威厳を示すために着用する高級かつ知的なファッションとして扱われていました。あのフェルメールも地理学者や天文学者の絵でこの日本風ローブを着た人物を描いています。西洋にとって日本はわずかに触れられる異国であり、文化的、精神的なイメージがこの衣服に投影されていたのです。ヤポンセ6軒とは、部屋着のはずなのに知性と品格を感じさせる、そんな不思議な力を持つファッションでした。3、ジャポニスム。色と構図で西洋絵画をひっくり返した浮世絵。19世紀後半、ヨーロッパを席巻したジャポニスム。それは日本の工芸品や服飾、そして特に浮世絵によって巻き起こされた文化ブームです。モネは日本庭園を自宅に作り、ゴッホは浮世絵を模写して絵の構図を再発明。印象派を中心に浮世絵の大胆な構図、日常を切り取る視点、そして鮮やかで平面的な色彩がヨーロッパの美術界に衝撃を与えたのです。また当時のパリでは日本のセンスや着物、
カモンマラの生地が大流行。それらは上流階級の必須アイテムとなり、ファッションや室内装飾にも浸透していきました。日本を知らない人はいなかったと言われるほど、ジャポニスムは文化の核心に入り込みました。4. 武士道と刀。19世紀末、20世紀初頭、世界は侍に憧れていました。日本が誇る武士の精神、義、礼、忠、誠。これらが欧米の騎士道と似ながらも異国の色を帯びて伝わりました。そしてその象徴としての日本刀刀は単なる武器ではなく、まさに精神の刃でした。水戸部稲造による著書武士道は欧米でベストセラーとなり、アメリカの大統領セオドア・ルーズベルトやロシアの文豪トルストイまでも影響を受けたと言われています。己を律し、他人に尽くす侍の生き様を体現するものとして称賛されました。時は経ち、1945年4月、世界は一人のリーダーの訃報に揺れました。その人は、アメリカ合衆国大統領フランクリン・ルーズベルト。日本と戦争を繰り広めていた敵国の元首でありながら、鈴木貫太郎首相はエゴ放送にてこう述べたのです。ルーズベルト大統領の指導力は極めて有効であった。それゆえ米国民の失った巨大な損失を理解する。私は深い哀悼の意を米国民に表します。当時、東京は空襲と上の影に包まれていた。その中で敵国の元首の死に対して戦時国家の首相が真摯な敬意を示した。西洋メディアはこの行為を理解しがたいと驚き、これこそ日本の武士道精神の発露だと報じたのです。武士道とは決してただの戦闘規範ではありません。それは義を尊び、名を尽くし、たとえ敵であっても人としての尊厳を認める、そんな哲学でした。日本刀が男の美学を映した刃なら、鈴木師匠の言葉は、刃を収めた後に残る礼そのものでした。侍が掲げた精神は、武器だけでなく、敬意や人間の真理によっても世界に届いたのです。さて、昔から世界はもう和に夢中だった4つの物語、いかがでしたか？こうして見ると、日本は鎖国していても、ものすごい存在感を持って世界に影響を与えていたんですね。セット銅、マミット絢爛。その対比にこそ、日本文化が持つ魅力の本質があるのかもしれません。今回ご紹介した中で、あなたが気になったブームはどれですか？他にもこれは紹介してほしいというネタがあれば、ぜひコメント欄に書いてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が面白かったら、チャンネル登録やいいねをよろしくお願いします。これからも外国人が驚いた日本の文化シリーズ、増やしてまいりますので、楽しんでいってください。ではではまたね。